マルチプレイヤー、目標を的確にすることでぐんぐん成長できるタイプ。まあでも正解してるの大丈夫じゃない？現在この占いで聞いたことなくない？初めて聞いた順位こちらです。どうもセブンメン侍です。今回なんと全グループ横断スペシャル企画です。ジャニーズジュニア一番乗ってるやつは誰だ2021年下半期運勢ランキング。今回この企画では参加してる全8グループ、64名の2021年下半期の運勢を占ってもらって、その運勢をランキングにしていただきました。なるほどね。今回はですね、なんと関西ジュニアがジュニアチャンネルに参戦して初めての横断企画でございます。ということで、火曜日なにわ男子から始まって8夜連続でお届けするスペシャル企画。今日は金曜日ですので、僕たちセブンメン侍の番ということでございます。これだって全員さ50後半から64位まで埋まっちゃったらもうどんな顔して仕事すればいいの？やっぱりその害だからこそ頑張ろう精神が。でもみんな占いやったことある？あるよりね、タロット星座占いとかやったことあって、タロットどっちかにしよう。融合してんだよ。タロットと星座占いあやってもらって、リネ2021年から3年間ぐらいちょっと不幸みたいなあんま良くない年ですって言われた。21年から。でも今日これでいいって出たら変わってる可能性は未来で。そうだからリネは意識してるからいい方にいい方にってあ、いい行いをしそうそういいようとしてる。行いしてるから信じてる？まあでもそうね、信じてるかもしんない。だってやっぱ当てられたし、実際にこう過去にこういうことありましたよねとか。あなたはプロテインで育ちましたね。そうでも全部当たったの本当に。怖くて泣いちゃったの。おい行こう、気になるからおい行こ今回占っていただいたのはイブルルドはるかさん、西洋占星術、タロットをはじめ人生の流れを24の節目で区切るフォーチュンサイクルなど幅広い占いを独学で研究する元気になれるアドバイスが大好評の人気占い師。いいね、これ前向きっぽい感じいいね。火は水木と来てます。ここまで3グループが発表されているので、そちらの3グループの順位をちょっとまずそう見ていこうかなということでございます。いいな、トラビス君。トラビスさん、そうなの？ゲンタとかなんかいいとこいそうな気するけどね。64位が空いてるんだね。そうまだ出てないんです、一番下。怖い。そう、もしかしたらこの中に64位が出るかもしれない。やだ。まあ、ヤバでしょ。お、なんでだ。なにわ男子のさ、ダイヤモンドっていうのがいるね、エレメントが。ダイヤモンドスマイル。スマイルだから。持ってるけど58位なんだな、西畑君。いや、でもちょっとトップ10、6個上げるのちょっと熱いね。熱いね。俺らで埋めようぜ、これ。俺らで埋まったらこれ、下半期セブンメン来るよっていう。来るよ。まずは中村玲也君の運勢の発表に参りたいと思います。どうぞ。俺なんか闇とか雷がいい属性。木。玲也君のエレメントは木。へえ、木なんだ。どっしり支えてくれる山とは息ぴったりのコンビ。鉄は苦手な部分をサポートしてくれることもあるが、鋭いアドバイスに傷ついてしまうことも。レイヤーが傷つくことないでしょ。鉄さんに。だってマツクでしょ。俺何言われても傷つかないよ。可能性は無限だ。これいいよ、順位多分。多彩な才能を持っているマルチプレイヤー。目標を的確にすることでぐんぐん成長できるタイプ。すごいじゃん。これ1位狙えんじゃない？ちょっとスケボーやったり演技もやったりとかさ、確かにこうマルチにやってるところあるよね。確かに。の順位はお願いします。こちらです。一桁。9位。でも早速トップ10の中から1人。あ、もう安心したわ。ツンデレな態度が大成功。お。何を考えているかよくわからないところが魅力。女女子がキュンとくる仕草の練習をしよう。やかましいわ。はいはい。人混みの中ではぐれないように手を出す仕草、照れ笑い、真剣な眼差し、ハグなどバリエーションをいっぱい持ってそうですけどね、もうすでに。ただぼんやり注意。撮影中でも別のことを考えてしまわないよごめんなさい。あるね。うに。言葉足らずで空回り。はきちんと気持ちが伝わらないので、些細なことでも思ったことを感じたことは自分の言葉で相手に伝えるようにしよう。言葉足らずではないよね、レアさん。い。でもどうなんだろうね。俺が気づいてないだけかもしれないし。もしかしたらこの下半期にそういうことが起こるのかもしれない。なるほどね。まだ9位ってすごくね。すごい。でも途中やっぱぼんやり注意とかちょっとこう当たっ
ってるような感じのところやっぱある。そうだね。そうかな。とりあえずじゃあ女の子がキュンとすることの練習いっぱいしとこう俺。じゃあリンね次。次は菅田凛音くんの運勢発表と参ります。はい。リネエレメントね太陽って言われてましたからまだ出てないのよ。いやリネやっぱ太陽で売ってるから太陽で。いや土だよ土家ではということで凛音くんの運勢こちらです。わがよエレメントは第一。ほら見ろ当たってるやんほら見ろフットワークの軽い雨は新しい情報やいい刺激を与えてくれそう。同じ第一同士は話が合うものの、マンネリから抜け出さないこと、そして何に対しても真面目に諦めない姿勢が好印象。老若男女誰にでも愛される好感度ナンバー1。いいじゃん。顔やめろ。大丈夫かそ後半合ってますおお自分でフットワークの軽い雨が相性いいんだ。なるほど。凛音くんの運命の順位こちらです。でも64だから真ん中がちょうど。真ん中よりちょい下なのちょっと下。冒険をしてみよう。うんいつもは選ばないようなものをあえて選ぶことで世界が広がるでしょう。さらに10歳以上年齢の離れた先輩やダンス、お芝居の先生にどんどん教えてもらうことで実力派に。出かける前の時間がない時ほど鍵や携帯、財布がない、ドアにぶつかる、車にひかれそうになるぶつかる当たる運が高まっているので注意。まあでも車に行けるの大丈夫じゃない？現代車の心配した方がいい。まああとあれだね、年が離れた人がいいんだね。それこそ上田君とかああ、確かに。あそうじゃん上田君38だからそう10個以上離れてるわじゃあますますお世話になっていただいて。お世話になって実力派になりますはい。じゃあ次はダカさんキャンドル。キャンドル同士勢いに乗ったらどこまででもスパークできるいい相性。しかし頑張っていることにダメ出しをして水を差してくる雨はやる気を萎えさせる目障りな相性。むずいねだってリンネ雨丸だったんだよでも勝つ気は×だからおーでメンバーに出てくるかもしれない。そうエレメント雨がいなきゃいいんだ俺じゃないここ相性いいけど、やっぱり。可能性出てきたね。あちょっと俺だってこれ見た瞬間俺雨か。ちなみにユニークな発想で周囲に与える影響は絶大。集中力もカリスマ性も抜群。ここぞという時の爆発力も誰にも負けないエネルギーを持っているということ。まあユニークかどうかはちょっと分かんないですよね。いやいやユニークじゃん。まあユニークだよねなんか。洋服ディスられてますけど。いやいや待ってくれ。超決めてきてる。ということで運命の本克樹くんの順位はこちらです。おお、すごいじゃん。ダカさん15位。おお、来い来い来い。活躍の場が広がりそう。まだ広がんの？趣味や特技を披露することで認知してもらえるでしょう。やってみたい企画や仕事を口にして伝えることが大事。そしてチャンスに備え趣味や特技の腕前を磨いておきましょう。マジで魚やんその後大事だ次？あ、その後余計な一言で台無しになってしまいそう。ノリでついつい喋りすぎないように。YouTube 見てます。YouTube 見てもカットされてるか分かんない。そう、カットされてるんじゃあですスタッフさんに紛れ込んでます。そノリしてでついつい喋りすぎないようにってこれ危ないね止めてなみんな。まあでもランキング良かったね。そうそうそう15位はいいと思ういいよいいよ、今。よかったいいね。ということでじゃあ次、私山名レイの運勢はこちらでございます。雨じゃないように。山とは好相性。やりたいことをしっかりとフォローしてくれそう。キャンドルとは面白いけど調子に乗るとぐったり疲れてしまうから。好きだどういうことキャンドルといるのは面白いんだけど長くいるとそれが疲れちゃう。ちょっと距離置いた方がいいかもしれない。置いた方がいいんだよちょっと完璧主義で思いを形にするエネルギーが強いからこそ目標が定まれば一直線に夢を叶えていけるタイプ。ということで私山名レイのはい。順位はこちらです。なんだ。迷いが生じやすい運勢。悩んでる間にチャンスを失いそう。もたもたせずにスピード勝負。生まれつきクリエイティブな星を持っているので何もないとこから作り出すことを楽しんで、頭の中に浮かんだことを形にしよう、欲しかったものが売り切れ完売、気に入って買ったらかぶってしまった。で一番現実に
ないなんかあるあるあるあやっぱちょっと不憫なんだね迷い生じやすいしね結構割となんか楽器屋さんでさ悩んでる姿しょっちゅう見るもん思ったらもう買った方がいいんじゃない？確かあにちなみに今欲しいものとかあるそうだよ今欲しいものがないから家だろ家でしょいやあるよだからだから家を悩んで買ったら誰かが住み着いてるそういうことだ順位は下半期で終わっちゃうけどエレメントは一生変わらないんですよそうそう俺ら雨出てほしくないけど逆に言うと山は出てほしいねそうなんだよ、確かにね山はね出てほしいそまあまだ19歳の僕ですうんまだ未来ありますさあどうぞ未来しかう俺らもある未来しかあり俺らがません何みたいなこと言うねカモン佐々木大光さん111運勢こちらですおおいいじゃんいいじゃんいいじゃん山いいよいいよ山でいいんだよすごい俺と相性いいじゃん山のあなたと全く違う個性を持っているダイヤは近くにいるだけでいい刺激をもらえそうダイヤかワイワイ楽しい海は距離感が近すぎると土砂崩れを起こしてしまう可能性も、はい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 責任感が強く任されたことは最後まで手が抜けない生徒会長タイプ、その代わり一人で抱え込んでしまう一面もあるので無理は禁物じゃあさ今日からリーダーにしようぜ生徒会長だダメだよリーダーでもないよリーダーがいいな世代交代かなダメだよ38でしょでしゃばんだよまだ出てないから佐々木大光さん運命の順位はこちらですおリンネの上やんこれまだ一番最初だったらまだああいいようだねってなるでしょうわ37位っすかもう一回占ってきてもらってガンガン自分を出していきましょうエネルギーが溢れているので特技をどんどん披露することで記憶に残る存在へ人がやっていないことをやったりオリジナリティ熱いパッションがあなたをスターにしてくれますおいでまた勢いが高まっているので勢いよく開けて中身がこぼれるガラスに気づかずぶつかるもうなんかね人がやってないことをやったりってやっぱ家とかでシャンプーした方がいいんだよじゃあやっぱりそうねもっとやった方がいいなまだ記憶に残るか君はまだ自分出すんかまあそれだけじゃないかもしれないしねああまだやってないからそうそう新しいのが見つかるよでもあなたをスターにしてくれますがスター目指せるってことでいやー嬉しいねそれはで1位じゃないんだ俺コンピの1位引いたら多分今日笑って窒息死すると思うマジでどうぞもうドキドキしてコンビ喋れなくなっちゃったあでもね、はい俺占い信じないんですよ。残り今日だってすごい楽しみにしてるしてるようですじゃあ今野大樹さんの運勢こちらですおーエレメントは鉄あ俺対象俺アーティスティックな人ならどんどんアイデアが湧き出るような強靭なタッグが組めそう自由奔放な雨の言動が時にあなたを錆びさせてしまうことがあるかも雨がダメなんだ雨よやばくない誰雨じゃあ俺らに雨いない方がいない方がいいんだよでまた物を作ったりプロデュースするなどクリエイティブな才能を秘めているタイプへその場の状況をよりよく整えることに長けていて人とは違ったセンスが光りそううすすかそれね感づいてるねあれマジで。俺コンピは意外に曲とか作れんじゃないかってなるほどねうんアーティスティックだそうそういやアーティスティックな木だから俺ねちゃんと俺じゃねえのかよ。ちゃんと読んでまあなんか木と組むとお互いのパワーがこういいほら。 2人でやったこうでちょっとそうだねでもその時になんかアドバイス入れると傷つくダメだから俺やさんの思うアーティストをやんないといけないん伸だよばしてあげる方にしたいということで運命の今野さんのお順位こちらですうわ一瞬分かんなかった今から約5年間修行の時期ですいい作品をたくさん見て感性を磨く勉強することでどんなことがあってもぶれない存在感カリスマ性を兼ね備えることができます目力がポイントですから目でお芝居目で誘惑表情のトレーニングあとこの下ねこの次ねいいよ使えるトイレが詰まる前に入った人の便が流されてなかったりうんこを踏むみたいなおしっこをかけられるついてないな下半期ずっとうんこやばいよトイレ大変だよあんま占いで聞いたことなくない？初めて聞いたそんなんないよでもほらいい作品をたくさん見て感性を磨いたりすることでカリスマ性存在感を兼ね備えるでもコンピ2026年まで修行しなきゃいけない
2026年からもうやばいカリスマになるんだよ。やばいねそっからバコーン来るかも。で今いくつ楽しみですね。今は21だ。でしょ26まあ全然まだまだいけるよ。こっから5年間すごい楽しみになってきたね。うん今から YouTube でやりたいことを3つ、やりたくないことを3つ、僕らで相談して書きます。はいそしてその6つのネタをボックスの中に入れて、セブンメンで一番運気のいい中村玲也君にくじを引いていただきます。はいはいはい MV 撮りたいじおー、 MV 撮影すごいいいと思う。確かにやりたい。マグロの一本釣り挑戦。これいやいやジュニアチャンネルでマグロ釣れたらおもろいけど。でもなんかちょっと遠くってにはさ、そう地方にみんなでなんかどっか行きたいよね。ゃん俺沖縄行きたい逆に石垣島とか石垣島行きたい石垣島弾丸ツアーでもあともう一個決めれるかやりたいこと。なんかこうお金じゃないことでできたいんだよねなんかみんなで青春作りたいってことでしょそうわかるよ高校生になってる。確かに男子高生のになってみたみたいなね。学校の場だから校庭に向かってなんか好きな子の名前とか叫びたいそれで注意したいそう青春じゃなくてチューしたいでしょ。青春しようじゃんということでじゃあやりたいこと3つはそういう撮影、石垣島弾丸ツアー、青春がしたい。じゃああとはやりたくない、まあね引かないけど、まあ一応ねやりたくないこと3つ。これさ対義語みたいにしたらいいんじゃないちょっとだからもう本当に石垣島じゃなくてもう無人島でスタッフさんもなしで撮影もせずいや撮影は全然罰じゃない罰じゃめちゃくちゃお化け屋敷回って最後本当の心霊スポット行って怖くないかどうかっていやマジ引くなよくじで。だから引かないってだから絶対引かないでこれ。渋谷でカブトムシ取ったでもいいいや渋谷でカブトムシ使わないカブトムシを使われる。渋谷で真面目にさカブトムシ取ってたらめちゃくちゃ面白い道玄坂の坂でさ木をこうやって見てる電柱にさやだわ蜜塗ってさやだわそれ。 10匹それは言ってないってよしじゃあくじ引きします皆さん頼んだやりたいこと。ちなみにもう掴んだもう掴んだ決まった。頼むよたまには俺らだって楽しいことしたいんだよしたいよお願い。本当にお願いいくよせーの。クレームがさタピオカ持ってねうわいいね。タンクトップで山手線一周。うわきつ徒歩ついでにセブンメンの宣伝もできる。おにぎり持って。おにぎり持ってタンクトップで6人で山手線一周俺1個持ったアスパラベーコンで1ヶ月からうわ絶対やりたくねなんだ魚なんえ。だけど。絶対やりたくね